今回で3回目のスピットファイア、マーク1の動画だね。そうだね。ただ3話目に入ったけど、ちょっと遅れ気味になっているので頑張らないとね。ウップ主の制作プラン変更さえなければね。まあ、それは仕方ないと思うよ。それに前にウップ主が言っていたけど、どうせ作るなら、乗っていた人物が分かっている機体を作りたいと言っていたしね。第92飛行隊のアラン、ライト衝撃ってなっているね。私も気になってネットで検索したけど、何か分かったの？何にも出てこなかった。あらら、残念。こんばんは、佐藤ささらです。前回は組み立てを終了して、縦補修とヤスリがけの後に、ヤスリで削れてしまったモールドを掘ったところで終了しましたが、正直言って予定よりかなり制作が遅れています。まあ、リアル都合でそれどころではないといった理由もありましたが、なので、ここからちょっとペースを上げようと思います。まずはつづみちゃんに機体へのサーフェーサー吹きをやってもらいます。任せて。操縦席部分にはすでにティッシュを詰めていますので塗料が入り込むことはないです。持ち手は今回このようにしました。いつもでしたら、機種のプロペラを差し込む穴に竹の串を刺すのですが、機体の排気管を取り付ける部分の穴が平らに貫通していますので、超触スティックの平らな部分を軽く止まるまで差し込みました。竹串だと深く刺さないと、吹き付け途中で機体が落ちるようなトラブルがあるのですが、この方法だと竹串よりも安定していますので塗装の時も同様にします。サフ吹き終わりました。お疲れ様です。ところで、今までずっとサフを吹く様子の動画がないけど、ウップ主まだカメラへサフがつくのを気にしているの？そうみたいだね。スプレー缶で吹くと、エアブラシより勢いがあるので、塗装ブースで吸い込みきれないかもしれないということで。まあ、この辺りは前の動画で説明したけど、それに、万が一だけどカメラがダメになったということになれば、高くつくのは確実らしいからね。ウップ主の話では、今撮影に使っている5年前に48,000円で買ったカメラが今では、9万円台になっていたそうだよ。2倍近いじゃない？そういうことなら神経質になるのは仕方がないね。さて、サフを吹いた後の機体を見るとですね、ヤスリがけを終了した時点ではわからなかった不具合がわかりやすくなっていますので、それらを修正していきましょう。写真を撮りました。どうやら合わせ目部分は綺麗に処理できているようですね。大丈夫そうですね。よかったです。主翼前面の機銃の修正もこれで OK です。ただ、モールドが消えていたりしている箇所があったり、表面がザラザラしていることもありますので、きちんと修正した後に軽く1000番から1500番くらいの紙やすりで表面を整えましょう。モールドの修正と表面処理が終わりましたね。これで塗装に回せます。こんばんは、鈴木つづみです。いよいよ塗装作業に入ります。塗料はすでにウップ主が入手してきていますので、すぐにでも作業できますね。それでは、作業開始です。最初に塗る色は、仮面色を塗りたいところですが、その前にですね、黒、または暗いグレーで影部分を塗っておきます。今回は黒を使います。塗料を空き瓶に移し、溶剤を追加してエアブラシに入れます。そしてモールド付近に線をつけるような感じで塗装します。作業完了です。この塗料が乾いてから次は仮面色を塗装します。次の塗料は仮面色の C368、ミスターカラー BS381C、210、スカイといった長い名前の塗料を使います。塗料の用意ができましたら、塗装開始です。いつもでしたら72分の1の対戦機のような小さめのキットを作成するときは、塗る箇所を全体的に一気に塗装するのですが、
今回は影部分を先に塗りましたので、影のないところから塗るようにして明暗部分を再現しようと思います。まあ、慣れないことしているのと、エアブラシがちょっとふらついてしまって、思うように塗れてませんね。修正しながら塗っていこうと思います。C368 を塗り終わりました。最初はどうなるかと思いましたが、なんとかなったかな。次の塗装は C369 ミスターカラー BS381C450 ダークアースト。こちらもなんだか長い名前の塗料ですが、今回は変更して C22 ダークアースを使います。説明書の指定を無視してこの塗料を使う理由なんですが、まあ、もともとタミヤカラーの指定を無視していますけどね。C369 と C22 を比較すると、C361 ダークグリーン BS641 と色の違いを表現したいということです。大昔なんですけど、ウップ主が長谷川のスピットファイアマーク1を作った時に、ダークアースとダークグリーンの色が似すぎていて、せっかく迷彩塗装をしても分かりにくかったらしいので、実際目で見てそのような状況なら、カメラで撮影したものではさらに分かりにくいかな。その証拠に、タミヤの72分の1のスピットファイアの箱絵です。見ていただくと分かりますが、上面色一色にしか見えませんよね。と思ってここでは C22 のダークアースを使うことにしました。それでは塗料を用意して塗っていきましょう。こちらの塗料も同じように影の中を先に塗っていくようにしていきます。なかなかうまくいかないですけど。あ、しまった。仮面のマスキングをすっかり忘れていました。ですが、ここはできるだけ塗装を続行します。やっぱり不安なのでマスキングしました。エアブラシの塗料の出る量をかなり絞っていますので、なかなか作業が進まないように見えるかもしれませんが、少量の塗料と溶剤を吹き付けますので、一気に均一に吹き付けるよりも乾きが早いというメリットがあります。なので、すぐに次の塗料を塗ることができるので作業は早く進みます。それにこの方法、意外と楽しいです。C22 ダークアースの塗装が終わりました。まだ塗装の途中ですが、上面と仮面を塗ってしまうとかなり雰囲気出てきましたね。次は上面色のもう一つ、C361 ダークグリーン BS641 を塗装します。ただ、その前にやることが2つあります。1つ目は機体上面をマスキングします。フリーハンドでやってもいいですが、ここは安心できるやり方にしましょう。説明書を拡大してそれを切り貼りするやり方がありますが、私はいつも通り、紙に線を描いて切ったものを使います。紙が少し浮き上がるようにするのがコツなので、両面テープを丸めて細長くしたものをデザインナイフで切って貼り付けます。こうするとマスキングの紙が浮かびます。まあ、これについては方法いろいろありますので、やりやすいやり方でやりましょう。絶対これだ、というものでもありませんので。もう一つのやることは、この段階でついつい忘れがちになりますが、キャノピーのマスキングです。この部分は C361 ダークグリーン BS641 を塗るようですが、機体に塗る段階でついでに塗ると効率がいいですよ。キャノピーのマスキングですが、マスキングテープを貼る箇所に押し当てて極細のペンで切る箇所をなぞります。切る線が見えにくい場合は、キャノピーの線に極細ペンでインクをつけておきましょう。線を描きましたら、カッティングマットに貼り付けてデザインナイフで線を切ります。切り抜いたものをキャノピーに貼り付けます。マスキングテープを貼り付けた後、直接キャノピーにデザインナイフを当てるやり方もありますが、万が一それて傷がついてしまったら、
透明部分なだけに修正が難しいので、面倒ですが私はこのやり方を採用しています。それに失敗してもやり直しが効きますからね。さて、機体とキャノピーのマスキングが終わりましたので、塗装に入ります。この塗装も同じように塗料を絞って行います。マスキングをしていますが、たまにマスキングの中に塗料が入ってしまうことがあります。よほど目立つようなものでなければ大丈夫です。慌てずに作業を進めましょう。C361 ダークグリーン BS641 の塗装が終わりました。塗料が乾いてから、というかもう乾いているかもしれませんが、マスキングを外していきましょう。この瞬間、ワクワクしますね。キャノピーのマスキングもできるだけ早い段階で取った方がいいですね。理由ですが、塗料が完全に乾いてしまうと、当然ですが塗料はパリパリに固まってしまいます。キャノピーの塗装部分は塗る箇所が非常に細いので、マスキングを取った瞬間に塗料が割れて、マスキングテープの方に持っていかれて塗装した線が切れてしまう場合があるからです。なので、キャノピーは塗って塗料が半乾きのような状態で剥がすのがいいです。もっとも、この方法は、塗装前にキャノピーを機体に接着してしまう方法を取った時にはできませんので、あしからず。機体とキャノピーを別々に塗装する場合に有効な方法です。マスキングを取りました。塗装がほぼ終わりましたので、かなり完成に近づいたように見えますね。さて次の作業ですが、機体にちょっとばかりアクセントを加えるために、先ほど塗装した C361 ダークグリーン BS641 の上に少し明るい色を加えたものを吹き付けて、ハイライトのようにします。ただ、対戦機ではこれをやるのは初めてなので、主翼部分のみに施します。ハイライト部分吹き付け終わりましたが、思ったよりイメージが微妙ですね。やらなかった方が良かったかもですが、この後でカールを貼っていくので、多分大丈夫でしょう。今回はここまでです。あ、ささらちゃん、もう終了時間。そろそろだよ。あらら。でも塗装が終わったからちょうどいいかな。そうなんだ。次回も頑張ってね。頑張る。じゃあそろそろ。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。